拠点に作れる無限機7選。1個目に紹介するのはアルマジロ型経験値無限。3分で経験値が0から一気に55まで上がります。お次はステーキと皮無限。序盤の救世主のステーキがマジで大量に。牛を繁殖させるには大量の小麦が必要なんですが、自動回収できる畑自動回収機もご紹介。一緒に作るのがおすすめ。お次はかぼちゃスイカ無限機。こちらで無限にしたかぼちゃとスイカを農民さんと取引することでエメラルドが無限になります。そして羊毛無限とコンパクトな形をご紹介。そして紙無限。紙もエメラルドに交易可能で、エンドラ討伐後のロケット花火量産にもおすすめ。最後は16連かまど。焼き効率が劇的に向上。いつでも見返せるようにグッドで保存。それではご覧ください。統合版の最強経験値トラップの作り方をご紹介。長年統合版で使われてきた経験値トラップのアローキラー、こちらは今後使えなくなります。その公式発表を受けて、現在経験値トラップとして運用が非常に簡単な、一度に経験値を0の状態からだいたい50から56ゲットできるマジでおすすめ経験値トラップをご紹介。簡単小型設計で初心者さんに分かりやすく丁寧に解説するのはもちろんのこと、こういった装置は作った後壊れやすかったりするんですが、使用対策、バグ対策完璧にご紹介してます。説明欄には作る前の注意点、必要素材、動かない場合のトラブルシューティング全て記載してます。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を決めるんですが、基本的にどこでも OK です。ただ後々リードでアルマジロを連れてくるんですが、距離ができて大変という方はサバンナバイオームに作るのがおすすめで、説明欄に作る前の注意点記載ございます。今回は平原に作ります。まず石レンガを置いて、石レンガはこのように T の模様があるんですね。向き超大事なんで一緒にしてください。 T 字の T のこの部分、こちら側を削ります。そして今削った場所には砂を設置して、石レンガは1個壊して OK。 そしてこの状態から砂の上に仮ブロック、きよきよチャンネルでは分かりやすいようにダイヤブロックにしますが、土とかなんか石とかでも OK です。砂上1個置いて、この穴を囲むようにブロックを設置。そして砂側に1個またブロックを積んで、反対側にももう1個積みます。何してるのということですが、ここにねゾンビを落としたいんですね。なのでこの仮ブロックの側面にトラップドアを置いてください。一応動作確認として開くとこのようにブロックの側面にビタッとつくようにしてください。開けておきます。今昼のうちにこの装置の半径だいたい20マスぐらいはこのように松明で湧き潰ししてあげてください。というのはこれから夜の作業に移ります。夜にねゾンビを連れてくるわけなんですが、クリーパーとかが近づいてきて爆発しちゃう可能性あるんで、なるべく広い範囲湧き潰し、ドカーンと湧き潰しできました。そして昼のうちにまだやることあります。金床をご準備いただいて、この金床で名札をね1個名前を付けてあげます。ゾンビに名前を付けますんで、ちょっとゾンビくんとねさせていただきます。公式発表で不詳の矢型のねトラップ使えなくなるらしいんですよ。今後このトライデントキラー型が現在最強経験値無限になりそうですね。この状態で夜を待ちます。夜になったらこの装置の周りは松明で湧き潰ししてるので近くにゾンビはいませんが、このように歩いていくとゾンビがねいるはずです。ゾンビに追われれば勝手についてきてくれるんで、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。この奥のゾンビ今私に近づいてきてくれてますね。そしてトラップドア置いてありますでしょ。ここから行きますよ。よいしょ。そうするとトラップタワーの要領で落ちてくれます。でこの状態で落ちてくれたらね、名札で名前つけちゃいましょう。 OK。 はい、すっぽりはまってくれました。この状態で名前をねつけていることを必ずご確認ください。そしたら夜のうちに必ずこのゾンビくんの上に蓋してあげてください。今回ね石系のブロック使ってますが、このブロックはシルバーフィッシュに侵食されないブロックにしてください。何ですかそれ、わかんないんですけどという方、説明欄に使ってはいけないブロックだけ記載してますんで、それ以外のブロックにしてください。これ滑らかな石とかなら OK。 この状態になったらようやく昼になって OK です。朝になりました。ではこの最初に置いた仮ブロックだけ破壊して OK です。くれぐれもこの石ブロックは絶対に破壊しないでください。ゾンビが消えてしまいます。いきますよ。まずこの仮ブロックだけ破壊してあげる。でこのトラップドアも破壊して OK。 こうなったらサボテンを砂ブロックの上に1個置いてください。ちなみにこのサボテンなんですが、サイドにブロックがあると壊れてしまいます。なのでよくねサボテン置きませんっていう方はこういうトラブルが多いですね。サボテンを1個設置。そしてこの石の側面かつサボテンの上にコンポスターを1個置きます。さあここからコンポスター横にしゃがみながら仮ブロック置いてください。
そして、その横に階段になるようにブロックを置きます。上から見るとこんな感じ。階段ができました。この石ブロック上にも置いて、コンポスターをね、囲むような形で両サイドにつけていきます。これ何するのかっていうと、ここにね、アルマジロをレールとトロッコを使って入れるんですね。なので、そのすっぽりしっかり入るための囲いになります。今のうちにコンポスターにつながるように、このようにレールを接続してあげてください。よいしょ。でね、トロッコも置いときましょう。トロッコとレール使うの嫌なんですけどって方、このね、2つを使わないと、コンポスターの中にアルマジロすっぽり入ってくれないんですよ。フィジカルだと入らない仕様になってます。なので、必ず使用してください。では、ここにアルマジロをお好みの数連れてきていただきたいんですね。おすすめなのは、アルマジロを2体連れてくることです。2体いれば繁殖することができるんで、アルマジロの数調整することができます。なんで、じゃあ2体、今回連れてきましょう。アルマジロは、アカシアの木が生えているサバンナに生息していますんで、こちらをね、頑張って探しましょう。そんなにレアバイオームではないので、頑張れば見つけることができます。そして探しに行く前におすすめなのが、雲の目か、リードをね、持っておくのをおすすめします。雲の目なら1個。リードだったら連れてくる体数分の、2本持っておくのがおすすめ。こちらがサバンナバイオームです。アカシアの木ありますね。このバイオームを歩き回っていると、こちらは鶏ですが、いましたね。野良のアルマジロでございます。アルマジロ自体はね、全然レアじゃないので、数匹必ずいると思ってもらって OK です。で、連れてくる方法なんですが、このアルマジロ、雲の目を持っていると、ドゥンドゥンドゥン、はい、はい、どうぞ、つって。アルマジロの好物、雲の目なので、ついてきてくれます。ただね、ちょっとのっそりはしてますね。ただ確実にこのような段差とかも自動で登ってくれるのでおすすめです。ただちょっと遠く離れすぎちゃうとね、検知してくれなくて離れ離れになっちゃうんで、ちょっとアルマジロの歩行速度に合わせてあげる必要あります。で、雲の目はね、雲からドロップしますが、ちょっとね、若干レアだったりするんで、糸から作れるリード、繋いであげれば、よいしょ、よいしょ。はい。1匹あたりにつけてあげれば、このように引っ張ってくることができます。こうするとね、もう引っ張れますんで、純粋に。そしてこの段差とかも、プレイヤーがこういう風に、ジャンプしてあげて、引っ張ってあげる。で、こういうね、谷とかがあった場合はちょっと埋めてあげて、よいしょ。こうやってアルマジロさんがね、こうちゃんと、無理にね、引っ張ると引きちぎれちゃって、今、ね、リード外れてしまってました。なんで、丁寧に連れてくる必要があります。アルマジロを連れてきたら、おすすめなのが、この装置からだいたい1回20マスぐらい離れたところで、穴をね、掘るのおすすめです。だいたい 3×3 ぐらい掘ってあげて、深さは2マス。ここにね、入れてあげましょう。で、もちろんこのアルマジロをトロッコに入れてあげて、コンポスターの上に連れて行ってあげてもいいんですが、ここでアルマジロ増やせますんで、繁殖方法をお伝えします。雲の目を上げると、よいしょ。ハートが出てくれますね。はい、1体につき1個上げてみましょう。そうすると、もうね、間もなくして赤ちゃんアルマジロが生まれました。この赤ちゃんアルマジロに雲の目、このように同様に食べさせてあげると、大人になるんですよ。はい。そして、大人になったアルマジロにまた、雲の目あげて、ちびっこちゃん生まれるかな？よいしょ。生まれますか？なんかハートばっか出て、新しいね、アルマジロ出てませんが、時間経てば生まれるはずです。生まれましたね。素晴らしい。これを繰り返していけば、もうお好みの数、アルマジロ増やすことができます。動画の説明欄には、雲の目が無限に溜まる雲スポナートラップの作り方ご紹介してますんで、そちらもぜひご確認ください。そして、このアルマジロをね、もう早速、このコンポスターの中に入れていきたいんですが、アルマジロを入れる体数によって、経験値効率に差が出ます。アルマジロ1体をこのコンポスターに入れた場合は、だいたい経験値30程度。これでも大効率ですよね。そして、3体入れると経験値がだいたい54。中央値ですね。54ゲットできます。そして、アルマジロ5体とか入れるとね、もうなんか経験値65とか70とか狙えるんですが、もちろん入れる体数によってゲームが重くなっちゃったりします。なので、スイッチとかでプレイされている方、だいたいアルマジロ3体がおすすめです。高スペックなパソコンでやられている方で、5体ぐらい。今回は3体で試してみます。連れてき方なんですが、まず作った穴にね、このようにちょっとレールドカーンと、繋いであげても適当でいいです。よいしょ。くね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 させて、繋ぐんですが、このままレール繋いじゃうとすぐ脱走しちゃいますんで、繁殖場にいる間に、3体に名前つけます。金床用意していただいて、名札に、アルマジロパイセンと。
名前つけまして、よいしょ。これをね、3回繰り返して、名札3つ、アルマジロパイセンとね、つけてあげてください。3つできましたら、もうね、名前つけていきましょう。よいしょ。アルマジロパイセン。今回、全員つけてみました。よいしょ。この状態で、アルマジロね、脱走しちゃうんで、一回フェンスで囲ってあげて、ただね、これでも全然脱走しちゃうんだけどね。一回ね、この辺も破壊して、フェンスで一周ぐるっとしてあげてください。で、3×3 の真ん中まで削ってあげて、レールをつなぐ。で、そしたらここ破壊して、レール。いいですよ。そうするとね、出てきちゃうんで、このようにトロッコね、置いてあげると、はい、どんどん入ってくれます。で、じゃあ、そしたらこう、フィジカルでこうやって押してあげて、よいしょ。やばい。よし。フィジカルで、はい、押してあげました。で、はい。どうぞ、乗ってください。どっか行っちゃう場合あるんで、このね、雲の目ね、持ってるとこのように、はい、このようにね、向かってきてくれます。よいしょ。鶏乗ってんだけど、君、どっか行って、ちょっと。なんで、もうね、このように、よいしょ。脱走したアルマジロパイセンもね、乗せちゃいましょう。よいしょ。乗ってくれ、君。よいしょ。乗って、よいしょ。いけよ、ナイス。まあ、上から見ると全員なんか乗りましたが、3体だけトロッコで輸送してあげます。この状態になったらね、はい、フィジカルで押してあげればこのようにトロッコ進みますんで、戻ってきちゃう場合もいきますよ。一緒にフィジカルで、おいしょと。ここで確認するのが超重要なのが、まず、アルマジロに名前がついているか。その上で、ゾンビがいて、ゾンビに名前がついているか。ここをご確認ください。で、すっぽりはまりましたら、トロッコを破壊します。そうすると、コンポスターに入ってくれた上で丸まります。ダメージを受けているエフェクトが出てるんですが、アルマジロ、丸まってると小さいダメージ受けませんので、エフェクトだけ出るという状態になります。これを3回やります。さあ、じゃあちょっとこちらね、よいしょ、つって、よいしょ。さあ、行ってくれ。トロッコに乗ってる間はね、丸まらないんですけれども、カチャンと、仮ブロックでせき止められたら壊してあげる。そうするとまた丸まってくれます。で、これをあと1回やります。あ、ちょっとなんかすごい、ちょっとなんかお弁当みたいになっちゃってますけども、よいしょ、ちょっと、大丈夫かこれ。よし、乗るかこれ。よし、オッケー。オッケー。せーの、よいしょ。はい、このように入りました。もし、うまくここにトロッコがカチャーンとはまってないと、アルマジロがここに、この上に出ちゃう時あるんですよ。そしたらね、ちょっと一発ポンとね、ちょっと叩いてあげて、こちら側にこうね、落ちた状態でまたトロッコ置いてあげて、もう一回乗せてあげてください。ここまでできたら全員でハイタッチ。では、この仮ブロック破壊して OK です。くれぐれも、このコンポスターやサボテン、ゾンビの上のブロックは絶対に壊さないでください。仮ブロックだけ破壊します。まあ、レールもね、破壊しちゃって OK。ここまでできたら、ゾンビの上の太陽光を防ぐね、このブロックの上に、葉っぱブロックを置いてください。種類は何でも OK です。葉っぱブロックの側面にはガラスを設置して、コンポスター側にガラスを伸ばします。上から見るとこんな感じ。そして裏側に行って、はい、このゾンビ上ブロックと葉っぱ側ですね。今度トラップドアを葉っぱブロックの下につけます。この位置関係でございます。で、ここまでできたら、パターンと一度閉じてあげて、もう一度向かいます。左右どちらでもいいので、仮ブロック置いてから、仮ブロック側面にフェンスを置きます。フェンスも何でも OK。壊してあげると、上から見るとこんな感じ。まあ、横から見るとね、フェンスだけ1マス浮いているような見た目になりました。次に、水入りバケツ持ちまして、葉っぱに置きます。葉っぱの中に入れてあげるイメージ。せーの、よいしょ。そうすると、葉っぱブロックの内部に水源ができて、コンポスターの上に水流が生まれました。下から見るとね、このような見た目になっていることをご確認ください。必ずコンポスター上はね、こう斜めの水流になってってくださいね。そうしたら、シルバーフィッシュに侵食されないブロック、まあこのゾンビの上のブロックと同様のブロックで、葉っぱブロックの上に大きいの、水流の上にも置きます。このような形。このフェンス側を正面として、右側にガラスを増設。増設したこの位置に同じブロックを置いてください。正面から見るとこんな感じ。この今置いたブロックの上にはレバーを設置して、右下にはレッドストーンコンパレーターを設置。三角のやつですね。置いたら一度カチッとさせて、奥の赤い部分が光ってるようにします。そうしたら、上にレッドストーンダストを置いて、上から見るとこんな感じ。そして、左の、ここにも置きます。はい、ここです。口で説明するより、見た目で説明します。この位置。そしたら一度この装置の上、立ちまして、トラップドア何でもいいですからね。トラップドアを
フェンスの上に置きます。必ず装置の上側から置いてください。なぜなら、トラップドアこのように開くと、奥側にパタンとなってほしいんですね。地上から置いてしまうと逆の向きになってしまいます。なので、装置の上からパタンとする。一応動作確認として、レバーをオンしちゃってください。せーの、よいしょ。そうすると、はい、カチカチなってトラップドアがものすごい勢いでパタパタしてたらもう全員で抱きしめ合おう。抱きしめ合わなくていいけど、これも嬉しいよ。これも大成功ですよ。で、一度止めときます。で、正面に地上戻りまして、ちょっとね、一回縦積みとかして、こっから超重要なのがトラップドア持ちましてね。いきますよ。このね、レッドストーンダスト、上に置いたダストの側面にトラップドアを設置します。どういうことですか？もう一回やりましょう。これね、わかります？ちょっと当たり判定あるんですよ。側面に置けるんですね。側面にトラップドアを置きます。横から見ると一目瞭然ですね。ブロックの側面には置いてないんですよ。レッドストーンダストの側面に置かれている。これが重要。で、上のトラップドアパターンとね、上側にピタッとさせてください。ここまでできたらお疲れ様です。まずこの状態で先に虫食いのスプラッシュポーションを作ってください。はい、作り方がわかりません。説明してくれるかな、きよきよさん。どっちから説明します。ご安心を。きよきよチャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネル目指してますんで、100万人登録目指してます。ぜひ登録お願いします。ブレイズロッドとかでね、クラフトできる醸造台を置いて、ガラスを使ってクラフトできるガラス瓶を3つ用意していただいて、近くの川とか、水源に行っていただき、ガラス瓶で水すくっちゃってください。必ずね、3本すくってください。なんでかっていうと、醸造台、これ画面開くとね、水入り瓶3つ設置できるんですよ。1回の醸造で3本作れるんで、お得なんです、一番。ただ、この醸造台開いたタイミングで、約 20% の方がやめてやろうかなって思いました。なぜなら難しそうなんだよね。ただ、ご安心ください。ゆっくりやっていきましょう。まず、この醸造台の左側。ここにブレイズパウダーを入れます。入れるとね、すぐ燃料が充電されました。何個ももう、たくさんある方はもう設置しといちゃって OK です。で、この動画最後まで必ずご覧ください。注意点のオンパレード最後まで続きますんで、必ずご覧ください。この水入り瓶セットできたら、上にネザーウォートを1個入れます。このネザーウォートはネザー要塞で取ることができます。そしてね、畑を作って増やすことも可能なんで、ぜひね、作ってみてください。ネザーウォートをこう、1個置くと、チュン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 と矢印がどんどん下に注入されていって、入ると水入り瓶が奇妙なポーションになりました。ややこしいよね。何が奇妙なの？なんでネザーウォート入れると奇妙になるの？わかりません。わかりませんが、ポーション作るに必要なんですよ。奇妙なポーションができたら、はい、上に石。このね、丸石じゃないですよ。石。焼いた石です。丸石焼くと石になります。はい、シルクタッチで取ると、この石になりますが、石を入れます。はい。なんと、ドリンクにね、石詰め込んじゃうっていう、相当クレイジーですよね。人間だったら飲めませんという話ですが、この奇妙なポーションがどうなるかというと、ドゥン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 入りまして、虫食いのポーションができました。はい。そして最後、虫食いのポーションにクリーパーなどがドロップする火薬を注入してあげます。そうすると、ドゥン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 、チャキン！虫食いのスプラッシュポーションになりました。これイメージしやすいですね。火薬でスプラッシュしちゃう。弾けちゃう。スプラッシュするぜ。わかりやすい。これね、3本できたら3本取ってください。たまにレッドストーンで時間延長3分から延長できますかって質問来ますが、これ延長できません。で、おすすめなのは、もうね、横にチェストとかを置いて、虫食いのスプラッシュポーションを入れちょいちゃいましょう。1本につき、だいたい経験値が、アルマジロ3体の場合は54程度、ゲットすることができます。なんで1回にはね、一応1本使うんですよ。なんでまた近くにね、水源置いといて、いつでもガラス瓶で、水入り瓶回収できるようにして、一気に作っちゃうのがおすすめ。ネザーウォート入れて、石入れて、火薬入れる。で、ここにしまっとく。これが一連の流れになります。では、大詰めです。この装置から離れまして、これぐらいの距離感。だいたい7マス、8マス離れてれば OK です。トライデントをご準備いただき、この上のトラップドアに、アルマジロの数、プラス2本刺してください。結構使いますねってそういうことですよね。アルマジロ私3体今回入れてますんで、トライデントをここに5本打ち込みます。ちょっとこれ結構難易度高くないですか？そう思った方いらっしゃると思いますんで、動画の説明欄にはトライデントが無限に集まるドラウンドトラップ、トライデント無限装置も貼っておきますんで、ぜひそちら作ってみてください。投げ方としては、トライデントを構えて、
トラップドアの、真ん中辺に投げる。ちょっと一回外して、投げる。もう一回外して、投げる。これトラップドア開けないようにしてくださいね。今3本投げましたんで、4、そして5。はい、打ち込みました。一応おさらいですが、トライデントは耐久値、投げた1回だけ減ります。この装置はトラップドアパタパタさせて、トライデントを動かして、シルバーフィッシュを倒して経験値をね、ゲットするんですけど、シルバーフィッシュを倒すとき、耐久値減りません。これが統合版最強トラップのゆえんですね。そして、この刺さったトライデントは、なんと消えません。安心してください。ネザーに行っても、ログアウトしても消えない仕様になってます。で、バグ寄りの挙動があって、消えちゃったり他の挙動がありますが、こちら動画の最後にご説明します。絶対に最後までご覧ください。マジで。他にも注意点あります。で、近寄るとね、トライデントは吸うことができます。ここまでできたら、この上のトラップドア一度破壊してください。そうすると、はい、このようにね、トライデントがちょっと向き変わりながら落ちて、フェンス上のトラップドアにぶっ刺さります。そしてこの状態で私も今サバイバルにしてみました。この作った虫食いのスプラッシュポーション3分を1個手に持ちまして、まずこのレバーをオンしてください。そうするとトラップドアがパタパタして聞こえますかね？トライデントが落ちる音がするんですよ。ちょっとした金属音がします。こうなってることを確認したら、水流に向かって虫食いのスプラッシュポーション投げます。よいしょ。そうするとシルバーフィッシュがうわー来た出現して辺りに経験値が出てトライデントでどんどん処理されてきます。行くよ行け。ちょっと一回貯めてみようか。重さ気になる方は経験値も早めに取ってあげてください。うわやばい、吸っちゃってるよ。行くよ。もうね、ほんとたったの30秒ぐらいですが、いきます。せーの、オラおおーやっべえ。ちなみにね、このフェンスの下いればトライデントを吸うこともなく、シルバーフィッシュに攻撃されることもないので安心です。やばくねえかこれ。そしてこの動画もう3回目ですが、最後まで絶対ご覧ください。注意点と運用方法、マジでこれ注意点だらけなんでご説明します。でもこれ守っていただければ安心です。さあ、もう終わりましたかね。終わりました。それでは経験値見ます。せーの、よいしょ。51。こちらね、上下あります。これ下ブレると大体48、上ブレると56っていう感じですね。幅はあります。こちらね、このように終わったらレバーでね、止めてあげてください。これで、一連の経験値回収は以上となります。ここから注意点発表します。まず、大注意点が、設定から、このようにね、難易度をね、簡単に変えることができる。これが統合版のね、特徴なわけですが、ピースフルに一度でも変えてしまうと、なんと、このね、ゾンビが消えてしまうんです。で、ここ連れてくるのもちょっとまた大変になりますでしょ？本当にやろうと思えば、この辺削って、またゾンビ、うまいことトラップドアでとか押し込んだり、ちょっと殴って閉じ込めたりすれば、復旧は可能ですが、結構めんどくさくなります。ピースフルにすると、モブが湧かない設定になりますんで、これ大変です。なんで、ピースフルにしないか、もし万が一してしまった場合は、頑張ってここにゾンビを連れてきてください。で、こちら、経験値が回収し終えたら、もしこの装置から離れる場合、近くに、もうチェスト置いちゃってください。チェストに、一度、このサボテン、破壊して、サバイバルだったらドロップしますんで、もう一度ね、保管しちゃってください。これなんでかっていうと、ゾンビに怖がって丸まってくれてるわけですが、ワールド読み込み時になるとね、なんと、ゾンビが近くにいるにもかかわらず、丸まりが解除されちゃって、サボテンのダメージで死んでしまうという、ちょっとバグ寄りの挙動があるんですよ。ワールド読み込みなんで、使用の範囲とするのか、これ非常に難しいラインですね。で、その使用とかバグ対策をするために、チェスト、回収して保管してあげてください。近くに砂漠とかある方はね、何個もね、もうワンスタックとか保管しちゃって OK です。で、使う時になったらもう一回ね、サボテン置いてあげてください。そうするとね、アルマジロ死なずにまたダメージエフェクトが出ます。で、ここからマイクラ使用マスターへの道なんですが、先ほど言いました。ピースフルにすると、ゾンビくん消えちゃいます。で、誤ってサボテン置きっぱにした場合、上のアルマジロは丸まりが解除されちゃいます。なので、サボテンで死んでしまうんですね。一気に壊れちゃうっていうこともあったりするんですよ。なんで、ピースフルにはしない。もししたとしてもゾンビくんちょっと連れてくるの頑張りましょう。でもアルマジロここもう一回入れるのもう大変なんで、その使用をなくすためにサボテンは回収して保管。これが一連の流れになります。一度まとめると、まず虫食いのスプラッシュポーションを手に取ります。そして、
サボテンをこのチェストから回収して置いてあげます。そして虫食いのスプラッシュモッシュを投げて、先ほどと同様に経験値を回収したら、レバーとか止めてサボテン壊してサボテン保管。これが一連の流れになりますね。そしてまだ大注意点。これもバグ寄りの挙動なんですが、レバーもう一度オンするとトラップドアの開閉音とともにトライデントが刺さる落ちる金属音します。動いてるんですよ。一方でまたこちら離れた時に使用上まずトライデント消えません。ただワールド読み込み時にトライデントがブロックにめり込むという挙動があるんですね。刺さってる見た目なのにレバーオンしてもトライデントの音が聞こえない。これするとね、シルバーフィッシュが倒れません。なのでもしめり込んでしまった場合、動かなくなっちゃった場合は、このようにちょっと縦積みして、またトラップドアをレッドストーンダストの側面につけて、この位置にトライデントをアルマジロの数プラス2本差し直してもう一度落としてあげてください。トライデントはこのように近寄ると回収できますね。今回収しました。なんでもう一度差し直すという手間が発生する時があります。もしそういった挙動あった方試してください。マルチプレイでプレイしている方はトライデントを刺した人がログインしている必要があります。そうしないとね、経験値が出ないのでそこだけ注意してください。統合版プレイヤーさん必見、マイクラで重要なステーキと皮が無限になるステーキ無限機をご紹介。むちゃくちゃ簡単な設計で序盤から終盤まで大活躍すること間違いなし。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずは作る場所を選ぶんですが、説明欄に作る前の注意点、必要素材全て記載あります。作る場所を決めたらまずは 2×2 の正方形を作って手前にチェストを置きます。ここにお肉が溜まるイメージですね。その上で反対側に行きまして、ホッパーをしゃがみながらチェストに向かって設置。これ注意点なのが地面につけてはいけません。見た目同じですが必ずしゃがみながらチェストにつける。置き終えたらもう一度チェスト側に戻りまして奥、この位置ですね。この位置に石系ブロックを置いてください。よく木材でもいいですかっていうコメントいただくんですけどね、豚さん大丈夫ですか？木材ですと雷が落ちて燃えちゃったりするんですよ。なので石系ブロックがおすすめ。今こんな感じ。そうしたら手前のチェスト上にはハーフブロックを設置。そうするとこのようにラージチェストを開くことができます。ここまでできたら奥ブロック積みまして装置全体の左側に行ってこの向きからディスペンサーをつけます。必ずクラフトで弓を使う上で口が丸い、これがディスペンサーです。これがドロッパーになってしまっていると動きません。必ず口が丸いブロックを使ってください。そしたらね、左側壁立ててここにも壁立てる。上から見るとこんな感じ。この動画ずっと動かし続けるための注意点やテクニックなども紹介いたしますので必ず最後までご覧ください。ここまでできたらまず左側壁立てて右側も壁立てていきます。奥が今空いていますがこちらのブロックに立ちまして今ここです。目の前に 2×2 の足場を追加します。どういうことですか？ゆっくりやっていきましょう。 2×2 の足場追加。上から見るとこんな感じ。奥のこの2マスにはディスペンサーを設置して顔が手前向いてください。口が丸いディスペンサー。そうしたら横ひょいと移動しましてディスペンサー横にブロックを追加してください。これ注意点なのがしゃがみながら設置すると置けます。これでしゃがまないとディスペンサー開いちゃうんですね。なのでしゃがみながら置く。今こんな感じ。ここまでできたら右側サイドに立ちまして階段を設置します。そしてディスペンサーの横にもつけたいんですがこちらもしゃがみながら設置してください。3段目も階段を置いてこうすることによって上に行き来できるようになりますし、牛をね連れてくる時も楽々です。こうなったら4段目を置いていきます。でまず最初2列立てて手前にちょん置いてからこの 2×2 の正方形のマスは残すようにこちらもしゃがみながら置いていってください。上から見るとこんな感じ。ここにね牛さんを入れるわけですがこちらもね蓋しておきましょう。このディスペンサーの中には1個ずつお水を入れてあげてください。入れました。そして
もう一個、水入りバケツをオンライン。このディスペンサーの上のこの位置にボタンを1個ずつ設置します。こうすると、水流が流れて、もう1個水流流すと、横方向の水流が流れます。今は使わないので、水は回収しておいて、ここに今から牛を2匹連れてきます。牛は小麦を持っていると、プレイヤーに近づいてきてくれます。の要領で2体連れてきて、上に入れていきます。足場ね、このように追加してもらっちゃって OK です。よいしょ。ちょっと、はい、来て、はい、来て、はい、来て。もうここはね、納金ですからね。フィジカルで、よし、君、入ってくれ、入ってくれ、よし。こんな感じで入れていきます。オッケー。で、はい、入れてあげまして、ここで皆さん超重要なのが、後々、この2ブロックは破壊します。ただ、これ先に破壊してしまうと、この装置動かなくなります。マジで動画の順序通りに、そして絶対最後までご覧ください。まず、仮ブロックを置きまして、急遽チャンネルでは、後で壊すブロック、ダイヤブロック使ってます。ここに、フェンスを4つ手前に置いていきます。置き方としては、上から見るとね、この牛が入ってる 2×2 の正方形の真上にフェンスが置かれるというイメージ。そしたらね、壊してあげて、ここで必ず松明を設置しておいてください。上にね、ゾンビとかクリーパー湧いちゃうのを対策しつつ、寒いバイオームで作られてる方は、後でね、ここ水流すんですけど、水が凍っちゃったりするんですね。それを防ぐために松明を近くに設置しておいてください。で、この状態になったら、ここから少々時間かかります。小麦を1体ずつね、こうやって、はい、どうぞ、つって食べさせてあげます。そうすると、これ何が起きるかというと、来ましたね、ちびっこが生まれました。今この親牛2体に小麦あげたんで、もう今お腹いっぱいなんで食べれないんですけれども、ここから逐一、時間経過とともにね、小麦を食べさせてあげて、ここに牛のベビーをこのように産んでもらってですね、この牛のベビーは大人にまた成長するわけですよ。ちょっと小麦あげたら成長しましたけども、こんな感じで、もうちょっと、おろろろつって、どうぞどうぞつってあげまくる。まずですね、ここの箱の中に親牛を、だいたい30体から40体、できたら50体ぐらいまで、増やしたいんですよ。ただね、小麦がたくさんある方は、このように、牛ベビーに小麦をあげれば、大人になってくれたりします。なんで小麦はね、大量に欲しい。そしてね、ちょっとベビーいんのかなって言った時は、こうやって水流してあげて、このように、浮かんできますでしょ？浮かんできたら、ちょっとこう、牛をね、動かすことによって、小麦が与えられやすくなったりします。片方だけでいいかな。よし、もうとりあえずあげまくる。よし。はい、つって。よしよし、大人になれ。どんどん。オッケー。正確に20体、30体、40体、測れないんで、もうみっちみちになるまでやりたいですね。で、時々こうやって水は取ったりして、もうむちゃくちゃあげまくってます。もうこんな感じで、もうみちみちになってたら最高です。で、時々水で、よらーっつって、よし、あげやすい。ちなみに統合版は、牛が圧死しないのでご安心ください。ある程度30体から50体、溜まってもうみちみちになったなと思ったら水は一度回収してあげて、はい、このようにね、浮かんでこなければ OK です。このディスペンサーの下に看板を設置。ホッパーの上に看板が1個あるイメージですね。その上で反対側にも看板を置きます。前から見るとこんな感じ。そしたらガラス元に戻しまして、そしてこのブロック2マス破壊しちゃって OK です。ちょっと増えすぎた方は、ちょっとちびっこがね、溢れ出ちゃうことがあるんですが、親は出ないので安心してください。で、ここのサイドに看板を1個ずつ置いていきます。牛が飛び出ちゃった方もね、もう効率の証です。ぜひ、小麦持っていただいて、その上でね、ここは、ガラスで蓋しちゃって OK です。小麦持っていただいて、はい、こっちだよ、つって。こっち来てー、つって。フェンス破壊して、プレイヤー落ちないようにしてください。このように入れてあげるとね、いいですが、無視でもいいですかね。親牛がだいたい4、50体溜まっていれば、もうかなりの効率が出るので、はい、ちょっと、せっかくなんで入れていきましょう。ある程度入ったらもう一回戻してあげて、よいしょ。これ何をしているかというと、まず、親牛が30体から50体溜まることによって、親はここから出れません。そして、今後ね、小麦を上げていって、水流流しておいて、このようにしておくと、手前の1マスの隙間から、小さいベビー牛が飛び出てきます。水流に流れてこっち側に来ますね。その上で待っていくと、牛ベビーたちが大人になるんですね。大人になったところ、このようにマグマ順序はさせていただくと。これ、だいぶバイオレンスですけど、背に腹は変えられない。このように、マグマ、子牛の時は背が低いため当たらないんですね。でも大人になると、マグマに当たりますんで、ステーキと皮がここに溜まるという仕組み。
一度引っ込めておいてですね、暇さえあればこのように小麦をね、与えてあげるとよりねベビーの数も増えますんで効率が上がります。でプレイヤーはね落ちないので安心してください。一度この状態で放置してみましょう。ということで大人がね割と集まってきました。もうちょっともうみちみちすぎて何体いるかわかんないんですけど、子牛はだいたい大人になるまで20分かかります。現実世界の時間で。それではいきます。運用方法をここから一連で見ていきましょう。まずはある程度ね大人が溜まったらこのボタンを押してマグマを順序させます。そうするとはいこのように牛が倒れてホッパーの上にステーキ、そして皮がドロップした上でジャキン溜まっていきます。皮とステーキ、これ最高すぎる。その上で使い終わったらボタンを必ず元に戻してあげてください。これやらないとどういうことが起きるかっていうと、上からね子牛が降ってくる時にマグマでやられてしまいます。なので必ず回収しておいてください。そしてここから超重要なのが、今まだね子牛たくさんいますが、これらが大人になってマグマ順序した時にですね、下に子牛がいないとステーキたまりません。なのでもうルーティーンとしてですね、ちょっとしたらねこうやって小麦を大量に揚げてみてください。そうするとねこのように子牛が降ってきます。ステーキ食べ放題。そしてね見た目気になる方は間ブロックで埋めてしまって OK です。こうするとねなんだか収まりがいいのでおすすめ。あとはここに小麦とかをねストックしておくのもおすすめです。そしてこんなに小麦ないんだけどという方、ぜひこちらの装置作ってみてください。小麦自動回収機になってますんでマジでおすすめです。マイクラ初心者さん必見。初心者さんが1日目で畑自動回収装置を作ってパンや人参、じゃがいもを自動回収する方法を丁寧にご紹介。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まずは作りたい場所を選びまして、作る注意点説明欄に載せてますがほとんどございません。まず作る方向なんですが、広い方に伸ばしていくイメージなんで今回は目の前に伸ばしていきます。真ん中壊してお水オンライン。このお水の上にこれ統合版ですよ、葉っぱ置くとはい葉っぱの中に水溜まってくれます。ここできたら両サイドに3マス印、畑ですね、クワを使って耕して十字キーみたいにします。よいしょよいしょよいしょ。今こんな感じ。そしたらこれが大きな四角になるようにもう中ね全部耕してしまいます。いやこれ本当にパン無限になります。パンなんてキュウクさん私ステーキむしゃぶりついちゃってますって方もアイアンゴーレムトラップとかで村人増殖にむっちゃ使うんですよね。マジで作るのがおすすめ。ここまでできたら石ブロックなどで横をねこうやって仕切りを作って、はい今回効率むちゃくちゃ重視。右サイドにも作ります。なのでやり方としては、左から123マス耕して4マス目を壊してお水を設置でね、葉っぱを置いて12の3、右にまるで同じものを作っていきます。不安な方はね、十字キーをこう逆算して作るのがいいかと思います。以前に私もショート動画でご説明したんですけど、今回ダブルバージョンでより効率いいんでぜひ最後までご覧ください。真ん中の石をまたいで両サイドに畑ができました。ここまでできたら土ブロックを横ね置きまして、よいしょよいしょ畑の真横に置いてみます。で奥に一段高くした 7×7 の畑を作ります。なんで今横に7マス置きました。なんでこちら側にも12347マス置いてあげて、これをね端と端をつないであげてください。よいしょ。今上から見るとこんな感じになっているはずです。で中埋めてあげて、いやこれマジで最強よ。はいちょっと見づらいですが1段ね 7×7 の四角ができました。おそらく予想つくと思います。ど真ん中を壊してお水、そして葉っぱを設置して壊れないようにして十字キー作って、十字キー作るっつってもね一段ね出っ張ってるんで、もうこの今置いた四角の上全部耕すっていうイメージで OK。 マジで簡単に作れるし、もうほんと村人増殖でどんだけ使うねんっていうねこと起きますから、ぜひおすすめ。ここまでできましたらもう仮ブロックも壊さなくていいですね。置いて、はい反対側からズドーンと伸ばしてしまいます。位置関係としては今追加したね面の横に石がぎっしり詰まってる形。続いて何をすると思いますか？そうでございます。正解でございます。右にもやりましょう。簡単じゃない？なんで簡単にやる方法としてはこのように畑の奥に置いてあげて、今置いてある石の横まで伸ばしてあげます。はい石の横まで伸ばしました。
そうしたら、この 7×7 の四角にしてあげる。簡単じゃない？で、ここで、私、昔でしたら、じゃあそれでは、5層作りましょう、みたいな感じで早送りしてましたが、ご安心ください。一緒にゆっくりやっていきましょう。真ん中壊してお水を設置。あ、やべ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 。こうなってしまったとしてもね、空バケツですくってあげてください。で、よいしょと。はい。ミスをむしろ活かしていくスタイル、すべて耕していきます。今、こんな感じ。それでは3層目作る前に、こちらの空洞をね、一応湧き潰ししておきましょう。で、3層目に着工するんですが、仮ブロックを1個置いて、またしてもこのように 7×7 の四角を、注意点があります。下が空洞になってるんですけど、ここね、埋めるのをおすすめします。なぜなら、ちょっと水を流すので、水が下からビシャーってなんないように、ぎっしり詰めておくのがおすすめですね。なんでちょっとブロック数増えますが、上から見ると下が7。なんで奥にも、合計7マスにします。1、2、3、4、5、6、7。で、これをね、また 7×7 のちょっと中ぎっしりバージョンでお送りします。チャキンと。で、中も埋めてあげまして、ドカーンとできました。そしたら、いつも通り壊してお水を設置しますが、中ぎっしりしないとここで水は下溢れちゃうんですよ。なんで必ずぎっしりさせてください。で、ドカーンとね、耕してあげます。で、最大何層作れんのって話ですが、皆さん、基本的に装置を作っていただく際は、演算距離4にしていただきたいんですよ。演算距離は設定のゲーム設定から見れるんですが、なんと通常プレイ中は設定が変更できません。一度セーブして終了してもらって、ワールドの編集、左下の詳細設定からこの演算距離を変えることができます。基本的な統合版の装置は演算距離4チャンクを想定しているので、皆さんこのタイミングで4に設定してみておいてください。戻ってまいりました。では、ここ全然浮かせておいてもいいんですが、ちょっと中ぎっしりバージョンでいきましょう。1マス出っ張る形でブロックを設置していきます。で、中ね、全然浮かせる形で OK ですけど、埋めてみてます。そうしたら逆サイドにも作りましょう。その上で、この段々を何層まで作っていいですかというご質問あると思うんですけど、今回は4層で作成します。で、演算距離4ですと、演算距離って何ですか？描画距離と違うんですか？ややこしいですよね。描画距離は、見えてる距離。はい。その通りですね。演算距離。急にちょっと数学っぽくなりましたけど、演算距離は装置や作物が育つ範囲。そう思ってもらって結構です。演算距離4チャンクなんで、例えばプレイヤーがこの位置立っていたら、64マス程度読み込まれるってことなんですね。だからあっちの方にうっすら天空トラップタワー見てますけど、多分ね、64マス以上なんで、敵湧いてません。そういう意味合いなんですよ。なので、4層ぐらいがいいかなと思います。5層作ってもOK かな。拠点で整備していて、奥の方が読み込まれないってことになってしまうんで、4層程度がおすすめです。で、真ん中壊してお水からの葉っぱ耕す。では4層目も作っていきましょう。ここまで来たらもう皆さんプロでしょう。ぎっしり戦法で1段高くする。よいしょ。7マス置いたら奥にも合計7マス。ぎっしりちょっと土ブロック大量に使ってしまいますが、置き終わりました。よいしょ。耕し。で、真ん中も完成したら真ん中にも1段上げて伸ばしていきます。ちょっと届かないんで3マス置きぐらいにしようかな。で、1段高くしてこんな感じでは、こちら側もドカーンと完成しました。確認ポイントとしては、1層目は地面で OK で、だんだんに1段ずつ上がっていくというイメージです。よいしょ、お疲れ様です。この動画初心者さんも多く見ていただいてると思いますんで、丁寧にいきます。一度手前の畑、ここ壊しちゃいます。せっかく作ったのにね、申し訳ございません。ただね、規則正しくね、作っていただきたかったんで、あえてここで壊します。その上で真ん中1マスを破壊して、ここも破壊します。ちょっと破壊しすぎじゃないってことかもしれませんけれども、ご安心ください。まず破壊した手前のところにチェストを置きます。で、右左どっちでもいいんで、壊してラージチェストにしてあげます。はい、右左どっちでもいいです。今回右でいきます。で、反対側からホッパーをしゃがみながらチェストにつけます。その上でまたしゃがみながらホッパーに向かってしゃがみながらホッパーをつける。しゃがみながらホッパーをつける。
これを繰り返していきます。これ注意しないといけないのが、初心者さん陥りがちな罠として、チェストにね、今しゃがみながらホッパーをつけました。そうすると、見てください。L 字になって、チェストに向かってくれてるんですよ。一方で、地面につけてしまった場合、チェストの横に地面につけちゃうと、はい、ホッパーの向きが違いますよね。この、ちゃんとね、チェストに向かってしゃがみながらつけた場合、ホッパーの中にアイテムを入れると、座れて、チェストの中に入ります。一方で、地面につけてしまった場合は、ホッパーの中にアイテム入れると、動きません。ホッパーの輸送先がなくなっちゃって、アイテムが中で助けてくれと、そういう状態でございます。なので、今回の装置、必ず、しゃがみながらホッパーに向かってつけてください。最初はチェストに向かう。また、サイドギリギリからしゃがみながら、チェストにつける。はい。しっかり L 字になっていることをご確認ください。ここまでできたら、またしゃがみながらホッパーを連結させていきます。地面には置かないでください。よいしょ。上から見るとこんな感じ。で、こうなったら、まずね、この石の上にフェンスを設置。両サイドにもフェンスを置いて、このフェンスの横にゲートを2つ。フェンスゲートを2つですね。で、またフェンス。そしたら、ゲートをまた2つ置いて、最後はフェンス。この形を反対側にも作ります。ご安心ください。ゆっくりやっていきます。フェンスから、フェンスゲートを2つ置いて、1個フェンス。で、もう1回フェンスゲートを2つ置いて、1個フェンス。このような位置関係でございます。ここまで来たら大詰めでいきます。まず、畑の段差の横に壁を設置するんですよ。よいしょ。フェンスの横も繋いであげてください。で、高さ2マスの壁にしていきます。こう横から見るとこんな感じですね。では、2段目もね、壁増設していきたいんですが、よいしょ。畑に対して2マスの壁が出来上がってることが望ましいです。なんで、まあ、普通にこのように浮かせてもいいですし、中までぎっしりしたい方はね、ぜひぎっしりさせてあげてください。畑から高さ2マスの壁が見えている。こうしてあげてください。で、続いて3段目になりました。そしたら、はい、また高さ増やしますね。段差になってるんで、壁も段差にしてあげる。ちょっと中までぎっしり戦法やりましょう。これをね、ラストまでやっていきます。はい、高さは2マス。片方ズドーンと2マスの壁を立てることができました。そうしたら、はい、もちろん逆サイもやらせていただきます。高さ2マスの壁ですね。畑から見て高さ2マスの壁。あ、このようにですね、間違えてしまったら、私ね、本当に間違えたんですけど、畑じゃなくなっちゃいます。そんな時は、クワでね、直してあげてください。あと、このように、作業中に畑の上ジャンプしてしまうと、よいしょ、壊れてしまいます。そんな時もまたね、クワでもう一回耕してあげれば OK です。それではね、ズドーンと繋いでいきます。フェンスの横も繋いであげて、反対側も2マスの壁を設置し終わりました。かなりいかつい装置になってきました。でですね、ここまでできたら、4段目の一番奥の方に、このように、浮かせる形でですね、ブロックを設置していきます。で、真ん中にも設置して、真ん中はね、ボコッとさせてあげてください。そしたら、右サイドもこのように奥に1マス伸ばしてあげる形。よいしょ。上から見るとこのような形になってます。そしたらここからメカニックな感じにしていきます。機械です。ディスペンサー。こちらですね。口が丸いディスペンサー。これね、ドロッパーと見分けつきません。なかなか。なんで、ディスペンサーを作ってください。口が丸い方です。このディスペンサーを今置いた畑の奥の方に7台設置します。はい。逆サイドのこの段差にもディスペンサーを7台設置していきます。ここは壊して、耕し直してあげてください。次に、このディスペンサーの中に、大変ですが、水入りバケツを1個ずつ入れていきます。はい。もう内側からね、1個ずつ入れてください。バケツがね、これ結構大量に使いますけれども、位置はどこでも OK です。ここでもいいし、ここでもいいし。一個一個置いてあげてください。バケツね、鉄3つで、作ることができて、海で水をね、大量に取ってほしいんですけれども、このように一個一個置いていく。ここがちょっと大変。さあ、ラスト、入れ終わりました。そうしましたら、もうすぐです。この真ん中の、この石の上にレバーを設置します。で、レバーを設置したら、レッドストーンダストを置いて、はい。よく見てください。段差の1、2個目にレッドストーンリピーターを設置してください。やだね。はい。初心者の方、これも見たくないブロックランキング第1位でございます。リピーター。これを動画のように置いてください。奥にはダスト。今、このような形になりました。で、2段目に行くときに、ダストをね、
置きながら歩いていくんですが、またしても奥から2個目にリピーター。やめてくれないと。で、その上でリピーターなんかね、1個カチッとすると動いちゃうんですよ。で、もし動いちゃった方は、一番奥、ね、この矢印がね、うっすら見えますけども、このマッチ棒みたいなやつをね、一番奥になってる、ことをね、ご確認ください。で、またしてもダストを敷いていって、奥から2個目にリピーター。マッチ棒みたいなやつが2本のやつですね。で、置いていくんですが、まあまあ、逆にこれだけですからね。で、また奥から2個目にリピーター。で、最後はダストを置きます。で、ここまでできましたら、しゃがみながら、この今置いたディスペンサーの上にも置いていきます。これ必ずしゃがみながら置いてください。で、真ん中戻りまして、逆サイドにも置いていく。よいしょ。いや、ここまでできたらマジでお疲れ様です。ただ注意点あるので最後までご覧ください。ここから、パンを増やしたい方は小麦の種をね、こうやって植えていってください。小麦の種、まあパン以外にも、例えば、じゃがいもであったりとか、こちら、人参も、増やすことができます。まあ一方で、まあ食料をね、結構欲しいよって方は結構じゃがいもがおすすめだったりします。じゃがいもは焼くとね、ベイクドポテトで回復効率が結構いいんですよ。お腹がすぐ満腹になるんでおすすめです。ただパンがね、結構アイアンゴーレムトラップを作る時とかに、結構効率良かったりするので、今回は全部小麦で行かせていただきます。逆に左一列は小麦で右一列はじゃがいも、そういうねルールにしてみてもいいかもしれませんね。ドカーンと置いていきます。で、さっきも言っちゃった通り、こうやって間違えてジャンプしちゃった場合はまたね耕し直してあげてください。ドカーンと置き終えることができました。作物がね育ちきるまでには結構時間がかかりますんで、この間に松明を持って湧き潰ししていきましょう。作物が育つには明るさが必要なので、このように明るくしてあげることで夜もね、効率が落ちることなく作物を育てることができます。まああとはシンプルにゾンビとか怖いですしね。あと注意点としては、ぎっしり今回私埋めましたけど、中が空洞で作ってる方は中も必ずこのようにね湧き潰ししてあげてください。なんかゾンビまみれになっちゃいますんで。ではこの状態から一度早送りしています。うわー、来た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 。これはね早送りしてますんで通常の挙動ではないんですけれども、このように育っていきます。すごいねこれは。その上でどの段階でねこれ回収すればいいの、自動回収すればいいのっていうことなんですけれども、このように鮮やかな黄色になっていることをご確認ください。今育ちましたけれどもね、ドカーンと育ちましたら、皆さんはね普通にマイクラで建築してたりしたら勝手に育ってくれます。こうなったらいきますよ。下の今置いたレバーをカチッとすると信号が送られて、おお、来た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 。さあ作物がどんどん流れていってホッパーのところに到着します。どんどん吸われていきます。おお、その上で今ね何が起きているかというと、ホッパーの中にジュン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 って溜まっていって、どんどんチェストの中に流れ込んできます。今ちょっと順序的に小麦の種がたくさん入ってますが、待ってみましょう。で、その上で真ん中の装置の部分だけたまーにこういうちょっとねヤンキーがね生まれちゃいます。ヤンキーが真ん中でたむろしちゃってるって話になっちゃいます。あとたまーにこのね反動が強すぎて奥の方で 1,2 個無駄になってしまうんですが、ここはね許容範囲でございます。で、今ねチェストにガンガン溜まっていってくれてるんですけども、小麦の種最初に溜まりすぎで水がバッシャーンってなってる状態なんで、レバーをね一度オフにすると信号が戻って、ただまだ水は回収されません。もう一度下げてあげてください。そうすると水がね勝手に回収されていくという、そういう機構でございます。これマジで便利じゃない？で、またね先ほど同様にまた信号を元に戻してあげて、ここで1サイクル完了でございます。種がむっちゃ手に入るね。でも小麦も手に入るわけなんですけども、でじゃあ第2サイクル行くぜってなったらね、またねお好みのパンとかね、お好みの小麦とか人参とかを植えてあげてください。この動画を見ればマイクラに産業革命が起きます。まずはエメラルドを無限にするのに必要なかぼちゃスイカ無限機を丁寧に解説します。これまでにも紹介してきた装置ですが、より一層丁寧に紹介してますんで、初心者さんでも安心して作ることができます。そしてそれを作り終わった後は、無限になったかぼちゃとスイカを村人さんと交易してトラブルが起きやすい村人増殖についても丁寧に解説してます。サムネイルにもあったマイクラ最強アイテムたちがこの動画1本で無限になります。今すぐ
すぐグッドボタンで保存。それでは作っていく。まずは作る場所なのですが、このように村や自分の拠点がおすすめです。まずは作りたい場所決めまして、石系のブロックで 9×9 の正方形を作っていく。ドーナツ状ですね。 9×9 作りましたら、装置の正面を決めてください。四方どこでも OK です。まあじゃあ今回はここの面としまして、ど真ん中を1マス削り、その真下も削る。でここまでできたら上下も削って正面方向をこう下3マス削れている状態にします。でちょっと中にね草とか生えちゃってる方、今のうちに取り除いてください。そうしたら横側からチェストを1つ置いて、横にチェストを置くことでラージチェストになります。はい、この感じ。そしたらね、このリングの間に入りまして、ホッパーをしゃがみながらチェストに向かってつけてください。はい、ここね、もうきよきよチャンネルおなじみですけど、地面にはつけないでください。地面に置いた場合とチェストにつけた場合、見た目同じなんですが挙動が全く異なります。必ずホッパーはしゃがみながらチェストにつける。でこの状態でもいいんですが、もしホッパー追加で2つ、これねぜひ作ってください。もし1個でもいいんですけども、作れる方は左と右1マスずつ壊しましていきます。しゃがみながらホッパーをホッパーにつけてください。で反対側もこのようにホッパーをホッパーにつける。このような状態にしてください。ここから画面の通りにしてください。言葉で説明するの非常に難しいんで、まず一番右上、はい、ここはですね削ってあげてください。合計深さ2マス削ります。はい、チェストが下にある状態で右上削りました。でこここの位置を下に4マス削って深さは2マスにします。合計2マスにします。はい、この位置関係でございます。その上で、はい、次ここの斜め右下ここも深さ2マス削る。はい、今このような状態ですね。説明むずいんだよなんか最後に左下の角2マス削って、はい、上から見るとこのような場所を削るという。深さは全て2マスでございます。動画と一緒になってるかご確認ください。ここまでできたら、はい、今ね削った穴の2マス目の下に全てトーチを置いてあげます。これレッドストーントーチですね。普通の松明ではありません。レッドストーントーチ、上から見るとジャキーンとね置かれております。皆さん土とパワードレール、そしてレールを持ちまして、はい、この今削ってある、トーチの部分ですね。トーチの部分の上は蓋したら必ずパワードレールを置いてください。で光ります。でちょっとこれ落ちないように気をつけてレールを上1回つなぎます。はい、今このような位置関係、下にチェストがあってこのように上が今埋まりました。でそうしましたら、このレール一段下にくるっとさせて繋いで、はい、さっきみたいな感じですね。トーチの上なんで土を置いてからパワードレール。そしたらね、ここまたくるっとさせたいんですが、うわーっとこれ統合版特有のレールのアルゴリズムがむちゃくちゃ強いんですよ。もうひっつきたがんのがね統合版の仕様なんですね。こうなってしまった方は一度パワードレール壊しまして、下くるっとさせてからパワードレールを戻す。そうすると元通りになるんですよ。動画の通りやっていただければ基本的に同じ挙動になりますが、また別の挙動になってしまった場合、まず大前提としてマジで僕と同じ順序で置いてください。動画ゆっくり見返してください。で別の挙動になってしまった場合は方向だけ矯正してから一度パワードレール壊して置き直す。これが一番いいんですね。ただちょっとややこしいと思うんで動画の通りやってみてください。トーチの上なんで土を置いてパワードレールで横一列置いてからくるっとさせてどんどん下にね向かっていきたいんですよ。土を置いてパワードレールでここくっつくね。大丈夫か？はいはい、大丈夫でした。ではいまたしてもトーチの上なんで土からのパワード置いてどんどん下にくねくねさせていくというイメージ。よいしょ。でトーチの上ははいパワード置いてくるっとすんな。オッケーオッケーオッケー。でホッパーの上にもレール置きたいんですが、これ普通に置くとホッパー開いちゃうだけなんでしゃがみながら置いてあげてください。で最後置いてこちらのねラストも、土を置いてからパワードレール。最終的にこの位置にパワードレール、そしてあとはこうレールでくねくねさせているというのがポイントです。ここまでできたらぜひ全員でハイタッチそしたら階段を持ちまして、階段の種類何でもいいです。石系だったら何でもいいです。このチェストの両サイドの上に階段を内側に設置します。レール側から設置してください。で置き終わったら、四方にねこのような階段を置いていきたいんですけども、まず左向きまして
真ん中のブロックってここですね。真ん中のブロックの両サイドに置いていくというイメージ。はい。このような位置関係になってるかご確認ください。で、別のサイドも真ん中のブロックの両サイドに置いていきます。はい。このような位置関係。で、最後の面も真ん中の両サイドに置いていきます。上から見ると、このような形になってるはずです。このように置けましたら、もうね、2段目は全てフルブロックでこうやって埋めてあげちゃってください。チェストの上はちょっと後で、置くとして、よいしょよいしょとどんどん埋めていくとこのような見た目になります。チェストのところはね、開けちゃって OK です。で、今ね、皆さんこのようなレールの上にいると思いますが、一度外側行きまして、仮ブロックでちょっとね、外縦積みしまして、仮ブロックなんでもいいです。わかりやすいように、究極チャンネルでは後で必ず壊すブロックをダイヤブロックで表現しています。このね、正面から見て、左下の壁、ここに仮ブロックを4マス立ててください。この位置です。で、一回壊しまして、中入り、このような見た目になってるんですけど、この右上の仮ブロックに、真下からピストンをつけてください。そうすると、ピストンの木材の部分が下を向いている形になります。これ気をつけなきゃいけないのが、真下から置いてあげると木材の部分下に向いてくれるんですが、横からつけちゃうと木材が横についちゃいます。なので必ず木材の部分が下を向くように真下からギリギリでつける。ここまでできたら、仮ブロック壊してあげて、ピストンが1個浮いています。ここからよく見てください。ピストンの真横に仮ブロックを置きまして、またしてもさっきみたいな感じで、真下からピストンを設置します。で、仮ブロックを置いて、ピストン。仮ブロックを置いて、ピストン。ピストンが4つ置かれました。ここまでできたらもう全員1回ハイタッチです。仮ブロック、後で壊すんで、このままにしといて OK なんですが、今度、ピストンの手前に仮ブロックを置いて、この位置にピストン。これをまたしても連続してやっていきます。置いて、よいしょ。はい。お気づきの方いらっしゃると思いますが、ピストンと仮ブロックが常に交互に置かれるイメージなんですね。3段目からより楽ちんにやるために、この下キワキワからね、ピストンつけていくんですが、この仮ブロックの箇所にはピストンを置いていくと、自然と、ほんと5番の目のようにね、ピストンが置かれていきます。で、間には仮ブロックを置いてあげて、またしても仮ブロックの側面にピストンを置いてあげるだけ。はい、3つ置きました。で、間は仮ブロックで埋めてあげて、仮ブロックの下からはピストンを置く。空いてるところに仮ブロック。またしてもピストン。これを繰り返していくとですね、最後、あと1列なんでやっていきましょう。仮ブロックの横に置いて、間は仮ブロック。そうすると、このね、レールの真上に仮ブロックとピストンが敷き詰められた状態になっていて、かつ、木材の部分が下を向いてます。こちら側を向いてくれてる。こうなってたらもうぜひ、ガッツポーズ。その上で、登録していただいてるかご確認お願いします。100万人目指してます。そしたらね、仮ブロック、土などで、このように上に行きまして、このピストンの面に乗っちゃいます。もうね、大詰めです。皆さん、オブザーバーを持ちまして、仮ブロックを1マス壊してから、上側、かつ側面にオブザーバーを置きます。はい、そうすると、このオブザーバーの赤いポッチがね、真上を向いてたら OK です。これ注意しなきゃいけないのが、またしてもオブザーバー、横ら辺から置いてしまうと、なんか矢印、三角が出ちゃうんですよ。こうなってたら置き直す必要があります。必ず、上側の横の側面、ギリギリにちょんと置くと赤ポッチが出現します。これをすべてやっていく。はい、じゃあね、これ、仮ブロック壊してから置いていきましょう。やっていきますよ。仮ブロック壊して、必ず、上側の側面ら辺から横のブロックに置いてあげると赤ポッチが上。やっていきます。で、万が一、このように壊した時、落ちちゃった方、落ちちゃった方、必ず上に戻ってあげてください。上に戻ってから、よいしょと。もう一度ね、置き直してください。このピストンは下から、オブザーバーは上から置く必要があるんですよ。よいしょ。はい、このように、レールの上に間違えて置いちゃったらね、壊してあげてください。で、また上から行くと。ここね、ちょっと、ツルハシとか、いろいろ使ったりしながらで大変だと思いますけれども、頑張っていきましょう。ちなみにこの、今ずっと、この向きから置いてますけど、こっちの向きから置いてもね、大丈夫なんで、ドカーンと置き終えましたね、こう、ほんと、囲碁みたいな感じにね、なってきたわけなんですけど、設置中に間違えて、はい、こちら、ピストンを壊
壊してしまった場合、これね、上から設置すると木材が真上向いちゃうんですよ。なので、間違えてピストン壊しちゃった方は必ず、下からまた置き直してあげてください。ジャギーンできました。ここまでできたら、レッドストーンを今置いたオブザーバーの真上に1個ずつ置いていきます。レッドオンザレッドしていきます。はい、わかりづらい言葉、レッドオンザレッド。やめてくんない？キヨキヨ語録をさ、解説動画に持ち込むのやめてください。救急さんハードコアだけにしてください。そういうふざけたやつはねっていうね。はい、赤ポッチの上にレッドストーンダストを置き終わりました。そうしましたら、石系のブロックを空いているところ、ピストンの上ですね。ピストンの上にこのようにフルブロックを置いていきます。ブロック置いていきます。そうすると、よいしょ。なんか武器の先っぽみたいな感じで、クッパが持ってたら様になるなっていう、そういう状況ですけども、一度下に戻っちゃって、このね、縦積み仮ブロックも壊してあげてください。下潜りまして、階段の高さのマス、ありますでしょ？ここに、はい、土を、奥から順番にぎっしり敷き詰めていきます。よいしょよいしょ。はい、レールの上にね、どんどん土が置かれていくと、そういったイメージでございます。で、必ずこのチェストの上から逃げ出したいんで、どんどんね、すぼまっていく感じで、プレイヤーさんがこのように最後逃げられる状態にしてください。はい、ぎっしり埋まりました。で、ここで重要なのが最後1マスここ壊しまして、ホッパー付きトロッコを置きます。そして、この今削ったところを利用して、プレイヤーが入って押し出します。そうすると、はい、このようにですね、ホッパー付きトロッコがぐるぐる斜めに蛇行運転してくれて、さらに戻ってきます。はい、戻ってきた。こうなっていることを確認してください。オッケー。ホッパー付きトロッコ流せたら、この最後土も埋めてあげて、階段と階段の間はフルブロックで埋めてあげてください。そして、チェストの上は、フルブロックは置かずに、階段を置いてあげてください。そうするとね、チェストを開くことができます。これ逆にフルブロックにしちゃうと、チェスト、はい、どうしても開きません。なんで、階段。ここまでできましたら、水バケツ2つ必要なんですが、近くに無限水源作っていただきたいんですね。1つのバケツを左に置いて、もう1つのバケツで右に水を流してあげると、海と同様の無限水源ができます。試しに私もサバイバルで、空バケツで真ん中をすくってください。皆さん必ず。真ん中をすくってあげると、はい、水バケツが取れた上で、水源がなくなりません。必ず真ん中を取ってください。右とかを取っちゃうとね、水なくなっちゃいますんで、必ず真ん中から取る。こうすると、事実上水が無限になりました。そうしたら、最初に階段を置きましたでしょ。その階段を側面から水入れてあげてください。そうすると何が起きているかというと、階段なのに水が溜まってくれてるんですよ。そして水も溢れ出ないと。それを全ての箇所やっていきます。真ん中からすくって、このように置いていく。ちょっと不安な方はね、縦積みとかして、水が入っているかを確認してあげてください。全部の箇所、合計8箇所ですね。8箇所水を入れていく。はい、このように入ってくれました。いよいよ大詰め。チェストの1マス下から2マス縦積みして、はい、土がね、こう一望できる状態にしてから、チェストの真上1個耕してください。そして、1マス開けて耕す。1マス開けて耕す。こうすると何が起きているかというと、オブザーバー。ね、赤ポッチのブロックですよ。オブザーバーの真下が畑になっているかをご確認ください。で、ここ印1個つけられたら、あとは、またしても5番の目のように、このように1マスおきで耕していきます。なんで連続した畑、そして連続した土がないようにするんですね。奥耕してみましょう。連続しないんで、5番の目のようにこのように耕していくんですが、最終ゴール何をしようとしているかというと、すべてのマス目において、オブザーバーの真下が畑になってる。これが最終ゴールです。ただ、オブザーバー見て、はい、その真下、耕す。だと大変じゃないですか。なので、一箇所チェストのところを削って、その上がオブザーバーなのを確認したら、あとは1マスおきに畑にしていくというアルゴリズムでやっていただくと非常に耕しやすいです。で、このように。はい、私オブザーバー別に目視で確認していませんが、このようにギザギザと、囲碁や将棋のように耕していくだけで確認してみると、オブザーバーの真下が畑になってくれています。すべて
耕し終わったら、村人さん交易に使えるかぼちゃが育つね。かぼちゃの種か、こちらもね、エメラルドと交易できる、スイカの元になるスイカの種、こちらどっちか用意していただいて、この今耕した畑の上にどちらかの種を植えてあげてください。これどちらでもいいです。すべてかぼちゃにしてもいいですし、すべてスイカにしても OK。そして逆に半々、チョコ&バニラみたいな感じで半々にしていただいても OK です。ただね、これちょっと後で話しますが、より手間を少なくしたい方は、かぼちゃだけでもいいかなと思います。で、種を置いていくとですね、漏れなく、このように周りのピストンがね、動きます。これ大正常なので、皆さんね、ご安心ください。はい、畑の上に、1個ずつね、このように置いていきましょう。すべてに植わっていることを確認。で、ここまでできたら、もしね、骨粉が余っている方は、骨粉、この今植えた種に振りかけてあげてください。そうすると、成長して、よいしょ。だいたい、そうですね。3段階ぐらいかな。1、2、3。3ぐらいですかね。1、2の3。3。でもこれは2段階で育ったわ。このように、これ立派なね、かぼちゃの幹というか、かぼちゃの木みたいなのができます。勝手にピストンが動いたりしていましたが、骨粉ない方も放置していれば勝手にこの姿になります。リアル時間40分ぐらい放置しないと多分この状態にならないんで、骨粉余ってる方はね、このように成長させてあげてください。骨粉でこのように生やしてあげましょう。はい、骨粉使いまして、すべてこのようなかぼちゃのね、幹みたいなのが出ました。おお、今見ましたか？勝手にかぼちゃがですね、ここに生えるんですよ。かぼちゃというのは、すごいよ。かぼちゃというのはこのかぼちゃの幹の横に生えるんですね。で、生えた瞬間、オブザーバーがそれを検知して、周りのピストンがガチャコンと動きます。そうすると、かぼちゃやスイカっていうのは、ピストンで押されて破壊されるんですね。ドロップする。で、ドロップしたら、真下のホッパー付きトロッコが回収して、ずっと今下で動いてくれてるんですよ。で、最初に3つ置いたホッパーの上を通った時に、はい、チェストに輸送されているという仕組みです。トラブルがあった場合などは必ず説明欄ご覧ください。すべて記載してます。その上でわからないことある方もコメントください。最新仕様を調べてすべてお返事いたします。必ず最後まで見てください。注意点結構あったりしますんで、最後までご覧ください。まずここまでできて嬉しいんですが、必ずこのね、階段がある層、はい、ここですね。ここの外縁を必ずガラスで覆ってあげてください。これなんでかっていうと、かぼちゃがね、勢いよくピストンに押されて飛び出しちゃう時があるんですよ。そうするとゲームが重くなっちゃったりですとか、シンプルにかぼちゃせっかく育ったのに回収されないっていうこと起きちゃいますんで、このようにガラスで囲ってあげる。皆さんこのように縦積みして上向かっていただいて、必ずこの装置の上、松明で湧き潰ししてあげてください。ここにゾンビが湧いてしまうことになるんで、必ず松明を置いてください。そしてまだ注意点続きます。ぜひ、この装置の横などにも、このようにね、松明で明るさつけてあげてください。これなんでかっていうと、作物は育つのに明るさ必要なんですね。なんで夜も十分な明るさを確保してあげて、作物を育てるようにしていきます。あとシンプルに、装置の周りもね、湧き潰ししてあげてください。ゾンビとかが出ちゃうと嫌なんで。この装置は演算距離内にいないと稼働しません。これ演算距離なんですかと。一度ワールドを終了していただいて、このワールド選択の編集画面から左の詳細設定、下の方に演算距離っていうのがあるんですよ。ここからでしか変えられません。これね、天空トラップタワーとかクリーパートラップとか多くの装置が演算距離4チャンクを想定してるんですね。なんで4チャンクに今のうちにしとくのをお勧めします。私のチャンネルで紹介してる装置も多くの装置が演算距離4をね想定しております。で、演算距離っていうのは何か、描画距離と違うんですかっていう話なんですが、描画距離は見えてる距離、演算距離っていうのはモブが湧いたり装置が動いたりする範囲のことを言います。演算距離4ですとだいたいプレイヤーから64マスぐらいが読み込まれてるんで、このかぼちゃ装置ぜひね放置するときは、このように、ガラスとかでこうやって囲ってあげてね、もうちょっと部屋を作ってこんな感じで
こんな感じでね、放置しておくのがおすすめです。まあ、あとは拠点に作れば、拠点で建築中とかに装置動いてくれるんで、結構おすすめですね。ここで溜まったかぼちゃを、村人交易することでエメラルドが無限になるんですよ。それを今から作っていく。まあ、どこでもいいんですが、今回は、村人交易所のような仰々しい装置は作らずに、もう初心者さんが簡単にエメラルドを無限にできる、そんな仕組みをご紹介させていただきます。なんで、装置のかっこよさとかはない。便利性、利便性に 100% 振っているという感じですね。この装置の横に作ってみたいなと思いますんで、はい、軽く装置の横を整地しました。ここにね、もう村人さんを閉じ込めるその穴を作るということなんで、湧き潰ししてください。必ず、周囲大体ね、40マスぐらいは、このように、湧き潰しして、ゾンビとかクリーパー湧かないようにしてあげたいですね。なんでかっていうと、夜になった瞬間、もちろん私たち寝たいわけなんですけども、夜になってね、ゾンビが襲ってきたりしないようにするためです。はい、ある程度湧き潰しできましたら、村人さんが逃げ出さないように、そして安全対策するために、装置のね、じゃあちょっと真横にこうやってフェンス張っちゃいましょう。よいしょ。で、ある程度の大きさ、せっかくなんで見た目良くするために 9×9 置いていきましょう。1、2、3、4。フェンスを 9×9 置いていきます。結構、収まりがいい感じ。で、ここでフェンスゲートを置きたいところなんですが、フェンスゲートを置いちゃうと、村人さんが脱走しちゃったりするんですよ。プレイヤーの出入りするときに。なので、それを防ぐために、カーペットを置きます。はい、カーペット。カーペット置くとですね、プレイヤー、フェンスはもちろん飛び越えること、村人もできないし、ゾンビもできないんですが、なんとカーペットの上はですね、なんとプレイヤーだけ、はい、出入り可能になるんですよ。これすごいでしょ？敵とかは登れません。プレイヤーだけ登れます。ここに、まず村人さんを連れてきたいんですが、村とか拠点にね、作った方は、このように村人さんいたら、ボートで捕まえてあげて、よいしょ、ちょっと乗ってくれ。で、ボートにリードをつけて、このようにね、連れてくることができます。段差とかもこうやってプレイヤーがジャンプして引っ張ってあげればついてこれます。で、このようにこうして、さすがにね、一度フェンスは壊してあげてください。よいしょ。で、連れてきてあげて、まず2人連れてきたいですね。はい、連れてきましたら、フェンスで蓋してあげて、解放してあげましょう。で、この村人さん、農民さんにしてエメラルドを無限にしたいんですが、だいたい6人とかいると、結構いい感じにエメラルドが嬉しいぐらい溜まるんで、まずベッドを6台置いてあげてください。5、6と。で、注意点としては、フェンスギリギリに置いちゃうと、村人さんがこうやって出れちゃったりなんかするときあるんですよね。なんで、危ない。危ない。なんで、6台置きましたら、かぼちゃを交易してくれる職業は、農民さんなので、この辺を削って、コンポスターを置いてあげてください。そうすると、農民さんになってますね。で、コンポスターを置いたのに、農民さんなんないよって方は、もしこの人がね、まだ無職だった場合、野菜区台とか、大釜とかの職業ブロックがあっちの方にあって、ずっとこの村人さんがずっと大釜、遠くの大釜に紐づきたいって言っちゃってる状態なんですよ。なんで、置いてもまだ就職しない方は、探して壊してあげてみてください。で、壊した瞬間に近くの職業ブロックに紐づこうとするので、このコンポスターと紐づいて農民さんになってくれているはずです。ここまでできたら、はい、パンを村人さんに1人につき3つあげてあげてください。よいしょよいしょよいしょと。そうするとですね、村人さん、はい、このようにハートマークが出て、子供をね、産んでくれるんですよ。で、子供が生まれる条件は、新しいお子さん用のベッドが置かれていること、これ必須になります。そうですよね。大人用のベッド、2台あった上で、お子さん生まれてベッドなかったら大変なことになるじゃないですか。なんで、お子さん用のベッドが置いてあること、そしてベッドの上に空間が2マスあること、これが条件になります。なんで野ざらしでね、こうやってベッド置いてあげると必ず生まれますね。で、お好みの人数まで増やしてあげてください。そして、もしね、大量にしたい場合はこのフェンスもね、拡張してあげるのがいいと思います。基本的に村人は職業ブロックの上に立つか、横で職業ブロックを触れる状態が重要なんですね。で、もし怒りマークがさっきちょっと出ちゃってたんで、そんな方は1回で壊してあげて、床に
にこのように置いてあげると、アクセスできますね。で、注意点としては、フェンスの横に置いてしまうと、また村人さんこうやって出れちゃうんで、この辺に置いてあげるのがいいかも。繁殖してますね。いいっすね。そして、ベビーが大人になるには、だいたいリアル時間で20分ぐらいかかります。いいですね。では、この農民さんお好きな人数増やすことができたら、かぼちゃですね。今、もうこの時点で38個溜まってます。このかぼちゃを取って、皆さんぜひ放置してくださいね。農民さんとですね、まずは1段階だけ、今新米なんで取引してレベル上げてあげてですね、よいしょよいしょよいしょ、こうやって上げてあげて、見習いにしてあげてください。そうすると2段階目で、かぼちゃ出してくれる村人さん出てきます。そうすると、かぼちゃあっちで自動回収されて、エメラルドが交易で無料になる。これやばくない？これをね、やっていくと、皆さん、経験値も無限になります。取引すると経験値出ますんで。で、じゃあ仮にですよ、この装置で放置して2台作ってもらっても構いません。村人さんをたくさん増やして、仮にエメラルドが無限になったとしましょう。そうすると、こちら、各職業で非常に有益なアイテムをテキストで並べてみました。例えば、経験値瓶を交易してくれる村人さんがいたり、ダイヤ防具を交易してくれる村人さん、ダイヤツールまで交易してくれる村人さん、何より最強武器、最強防具作るに欠かせない司書さん。これ、このエメラルド無限機作ったらですね、マイクラのほとんどの最強アイテムが無限になると言って過言でありません。完全放置でたまる超簡単な羊毛無限機をご紹介。シンプルな設計で初心者さんから上級者さんまでおすすめです。いつでも見返せるようにグッドで挟ん、それでは作っていく。まずは作る場所を決めるんですが、このように普段放置する場所や拠点に作るのがおすすめです。作る場所3マス削って、深さは合計3マス削ります。作ってはいけないバイオームや作る前の注意点すべて説明欄記載してます。必要素材もありますからね。削ったら中に入りまして、3マスの中央にこの向きに立って真ん中にチェスト、そして右にチェストを置いてラージチェストにします。上から見るとこんな感じ。ここに羊毛が溜まるイメージでは、次にこのチェストの上に立ってしゃがみながらホッパーをつけます。ジャンプしながらよいしょ。これね、チェスト側から見て見えますか？はい、この十字キーご覧ください。チェストに若干繋がってるでしょ。より確認するためにはホッパーにアイテムを1個入れてみて、はい、すぐになくなってチェストの中に入っていれば OK です。逆に失敗例としては地面についちゃってるとアイテム入れても中に座れません。座れるようにね、必ずしゃがみながらチェストに向かってつける。ここまでできたらホッパーの上にブロック、土を置いて、この上にレールを置きます。向きどっちになっても OK です。置いたらホッパー付きトロッコを置きます。はい。鉄結構使いますけどね。これ1個だけなんで。ここまでできたら、下の土ブロックを破壊して、はい。なんと、トロッコがね、下のホッパーに接続されました。この状態になったら、土を蓋してしまいます。こうすると、なんと、ホッパー付きトロッコの真上に、ブロックをこうやって投げると、よいしょ。はい。すぐになくなって、ホッパー付きトロッコが拾って、ホッパーに入り、ホッパーからチェストに入っております。ここまでできたら、1マス蓋して、チェストの手前だけ見えるようにしてください。で、ここから重要です。今置いたブロック含めて、1、2、3マス目を壊す。奥に壊してあげてください。この位置関係。壊したら反対側に行き、この土の側面にオブザーバーを設置します。これ重要なのが、三角の矢印が必ず見えるようにしてください。なるべくしゃがみながら側面の上ら辺にしっかり置いてあげると三角になりやすいです。これ結構意外に難しいのが、普通にポンと置いてしまうと赤ポッチが上向いちゃったりするんですね。これ失敗です。必ず、しゃがみながら側面につけてあげる。そうすると、三角が出現します。こうなってたら OK。ここまでできたらオブザーバーの真下にレッドストーンダストを一つ置いて、もう一度チェスト側に戻ります。この位置からオブザーバーの上にディスペンサーを置きます。はい、ディスペンサーの顔がこちら側、チェスト側を向いているようにしてください。この向きでございます。これドロッパーではなくディスペンサーなのを確認してください。クラフトして作るときに弓を使うアイテムですね。行き来しやすいようにはしごをここに1個だけつけます。1個だけつけるとね、
こうやって入っても上がった上でジャンプすればはしごの効果得られますんで、1個だけで OK。そんでね、この向きからトラップドア何でもいいです。このね、土の側面につけてあげると、はい、このように出入りすることが可能になります。ここまで来たら大詰めです。ディスペンサーのこの位置に、後で羊を連れてくるんですが、この1マス開けて両サイドに2マスの壁を立てます。で、手に小麦を持ちまして、羊さんのね、近くに、はい、近づくともう走り込み決めてくれますね。おー、俺にくれ、俺にくれと、食べたいんだ、食べたいんだと言わんばかりの羊さんですが、2体連れてきましょう、せっかくなんで。はいはいはい。統合版の羊足早いね。はい、こんにちはーつって連れてきて、この1マスに羊さんを、詰め込みたいわけなんですよ。ごめんね。詰め込ませていただきます。なんで、そういった時は、こうやってディスペンサーの上を通ってあげると、みちみちになってる。オッケーオッケーオッケー。1体ずつね、入れたいんで、このように小麦でおびき寄せて、君はい、もう一回。はい、どうぞ。おびき寄せて、ガラスに変更して、やべ、しゃがみながら縦積みして、縦積み、やばい、押し込め。もうこれ、脳筋でいくよ、脳筋で。ガラスで、押し込んで縦積み、よいしょ。このような形で置いてください。今結構早めにやっちゃいましたが、ディスペンサーの上に縦積みしようとすると開いてしまうんで、しゃがみながら縦積みしてあげてください。ここまでできたら蓋してあげて、よいしょ、壊して、はい、1個目完成と思いきや、このディスペンサーの中にハサミを入れてあげてください。で、このハサミ消耗品なので、なるべく多くのハサミをね、入れておくことをお勧めします。なんで、鉄2個でできるんでね、もうパンパンにしてあげる方がいいかなと思いますが、出ました。原理説明すると、羊って下の草を食べるんですよ。そうすると草ブロックから土ブロックに変わるんですね。変わったのを、はい、こちら真下のオブザーバーが検知してくれて、上のディスペンサーが起動します。で、ディスペンサーには、はい、ハサミが入っていますんで、羊毛を刈り取ってくれるんですね。で、刈り取った羊毛というのは先ほど見た通り、ホッパー付きトロッコからホッパーに入り、ホッパーからチェストに向かって入ってくれると。これが超簡易的な羊毛無限です。これを何体も横に増設することで、マジで建築してたら大量に羊毛が溜まるという装置が完成。で、もっと改良したい方は、ここガラス壊して、ホッパーを直付けしてあげます。そんで、このホッパーの上にチェストを置いてあげて、このチェストに、はい、ハサミをね、こうやって入れていけば、座れてね、ホッパーの中にスタックしていって、もしディスペンサーの中のハサミが壊れたら、どんどん供給されるというシステムができました。これを色別にしてもいいですし、連結させたい方は、トラップドアから1、2マス目を削ってください。で、深さ3マス削ってあげて、早送りで作ってみると手前にチェスト。この位置関係ですね。巻いて作ってしまいますが、完成形をお見せします。このような形でズバーンと左右に連結させることができます。ここホッパーにしてるとたまに羊毛が溢れ出ちゃうことあるんですね。なんでハサミが効率的に入るよりも羊毛取りこぼしたくないぜって方はガラスの方がおすすめです。ディスペンサーいっぱいにすればかなりの羊毛取れるんで、定期的に確認するだけでいいかもしれない。統合版プレイヤーさん必見、エメラルド無限機。サトウキビを無限に回収する装置を作って村人さんと交易してエメラルドと経験値を無限にする装置をご紹介。いつでも見返せるようにグッドで保存。それではやっていく。まずは作りたいところを選びまして、作る前の注意点説明欄にございます。3マス削ってラージチェスト、そしてね、このチェストにつながるようにホッパーを接続します。しっかりね、実演ですが必ずチェストにつけてください。地面につけちゃうと装置動かなくなりますんで、しゃがみながらチェストにつける。ここにサトウキビが回収されて、紙にクラフトして村人さんとエメラルドと交易していくんですが、装置自体はホッパー側にできますんで、このような建設できる空間をね、用意してください。そしてこのホッパーの斜め上にブロックを置きまして、このブロックを横に合計15マス伸ばしていきます。滑らかな石使ってますが、丸石などでも OK です。横に15マス伸ばしました。そうしたら1マス開けて、この状態でまた15マス折り返していきます。これはね、数える必要ありません。上とね、同期してれば OK。こうなったらチェスト側から右から6マス目数えてください。
1234566マス目を破壊して、よいしょ、この6マス目にレッドストーンブロックを置きます。こんな感じ。左から4マス目のブロックを破壊して、同じようにレッドストーンブロックを設置。このような状態になってれば OK。そうしたら手前にレールを敷いていくんですが、今置いたレッドストーンブロックの横にはパワードレール。でね、赤く光ります。そしたら、レールをこう伸ばしていって、またレッドストーンブロックの横パワードレールにしていくっていうのを繰り返していき、ホッパー上もレールで折り返していって、反対側もね、同じようにレッドストーンブロックの横にパワードレール。これでぐるっと一周させていきます。パワード置いて一周。つなぎまして、はい、上から見るとこんな感じです。パワードレール4つ使ってますね。ここまでできたら、いつもの建築ブロックで、このレールの上にブロックを設置します。はい。浮かぶんですよ。皆さんね、レールの上置いてあげてください。そうすると浮かびます。それをね、5マス伸ばしてあげる。なんで、レールの上にはブロックを置くイメージですね。これをホッパー側にもやります。置いて浮かせて5マス置く。上から見るとこんな感じ。そして、今度はですね、このズドーンと伸ばしているレールの上に土を置いていきます。皆さん平面立ってると思うんで、もうこの石にズドーンとね、伸ばしてつけるだけちょっとこれ簡単すぎないっていう。そして反対側も一周させていって、よいしょ。ジャギーンとね、土が繋がりました。そんで、真ん中のこの位置にズドーンとね、石を伸ばしていきます。そうすると、はい。レッドストーンが見えてる状態で、2列のね、くぼみができました。ちょっとこれほんと大詰めですよ。説明欄には水バケツ2つ必要と書きましたが、ここで無限水源を作ります。このね、2本のくぼみに、もう水をブワーって張り巡らしたいんですが、まず角に1個、私もサバイバルでやってみます。水バケツ置きまして、1マス開けて、3マス目に水を置く。そうすると、はい、この間が無限水源になりました。今私2個空バケツ持ってますが、間取ると消えません。なので、またね、1マス開けて置くと、はい、次ここが無限水源になりましたんで、これをどんどん繰り返していくイメージ。簡単なんでね、はい、これだから海と一緒のね、水源になったということでございます。これが水源で、これが水流。これ1マスおきにね、置いてあげてください。よいしょ。はい。1列完成しました。そしたらこちら側もやっていくんですが、いきます。水取って、はい、消えません。戻ります。そしたらね、もう無限に逃げちゃいます。ズドーンと水源が伸びました。そしたらお待たせいたしました。このね、土の上に、サトウキビを1個ずつ置いていきます。置きまして、はい、こちら側もズドーンとね、伸ばしていきます。よいしょ。ここまでできたら、この水源の上にブロックを置きたいんですが、このまま置いてしまうと水源がなくなってしまいます。なんで仮ブロックを立てて、壊して、水の上にブロックを置きました。反対側も同じようにブロック浮かせてあげて、これをね、またしてもズドーンと伸ばしていきます。もうサトウキビなんか生えてんだけど。これ完全自動装置なんで、放置でサトウキビが溜まるという装置ですからね。ズドーンと伸ばしましたら、ピストンをご用意していただいて、このね、サトウキビ側からピストンを置いていきます。これね、難しいのが、ピストン置く向きによって、この板材がね、向く方向変わるんですよ。なので、この板材が必ずサトウキビの方を向いているような形で置いてあげてください。ただ、置けないときはね、もう壊しちゃってくださいよ。もう壊しちゃって、もう置いてください。大量にね、ピストン使いますが、一回設置したらもう無限にサトウキビ増えますからね。反対側も行きましょう。サトウキビ側からピストンを置いていって、ドカーンと置いていきます。はい、必ずこのピストンのね、板材の部分、石の部分じゃなくて板材の部分がサトウキビ方向を向いているようにしてください。その上で、皆さんね、一回ピストンの上に立っていただきまして、オブザーバーを、このね、ピストンの上立ってから、このように置いていきます。置いていくと、赤い点がプレイヤー側を向いているようにしてください。間違える例としては、こういう横から置いてしまうと、はい、赤ポッチがね、こちら側向いてくれてません。なんで、すべての赤ポッチが手前に向いてくれている。プレイヤー側に向いていって、中央に向かっていることをご確認ください。それで今、置いたオブザーバーの上に立って、またピストンの上に赤点が手前を向くようにしてください。これね、近づきすぎると上から置いた判定になってしまって、またオブザーバーの向きずれてしまいます。なんで、ちょっとね、しゃがみながら、寄った状態で横から置いてあげてんだぜ俺はという判定でね、置いてあげるとすごくスムーズです。はい、置き終えました。必ずね、点検してください。赤い点が内側を全部向いているかご確認ください。
で、まだね、下降りないでください。このオブザーバーの下、ピストンなんですが、ピストンの横にブロックをドカーンと敷き詰めていきます。ブロック置きました。そうしたらこのね、今置いたブロックの上にダストをズドーンと置いていきます。すべてに置いていく。よいしょよいしょ。ここまでできたら、今度ね、この最初に伸ばした5マスの端に立ちまして、はい、サトウキビの横立ちまして、4マス追加で縦積みします。で、はい、じゃあこちらサトウキビの横立ちまして、4マス縦積み。で、反対側にも行きまして、はい、4マス縦積みしていきます。はい。サトウキビ横。はい。正面から見るとこんな感じです。ここまでできたらね、地上を降り立っていただいて、このね、上のブロックをドカーンと繋いでいきます。で、反対側もやっていきます。反対側も、ここズドーンと伸ばしてあげる。よいしょ。はい、繋がりました。なんかもうさ、すでにさ、メカニックな感じ。かっこよくない？ここまでできたら、ガラスを持ちまして、仮ブロックの横にガラスを3つ立てて壊します。はい。そうすると、サトウキビ、ピストン、オブザーバーの前に、ガラスが置かれているというイメージです。これをサトウキビの前、全部覆っていきます。ちょっとガラスハウスというか、ビニールハウスみたいな感じに覆っていくと。はい。つなげ終わりました。そうするとね、ちょっとガラスが出っ張ってるような、見た目になっちゃうんですよ。ちょっとこれ嫌だなっていう方は、こうね、ここ外枠埋めていただいても OK です。せっかくなんで埋めてみます？なんかこう、ちょっとさ、やっぱ見た目かっこよくしたいですよね。はい、つなげてみました。はい、正面から見るとこんな感じ。かっこいい。その上で、反対側もやっていきます。そしたらあれですね。同じようにやっていただいていいんですけど、縁から作ってもいいのか、そしたらね。縁ドカーンつけまして、1マス増設して、中の3マスをガラスで埋めていく。はい、今このような形になりました。なんかかっこよくないこれ。そうしたら、松明などで、この辺をね、明るくしておきましょう。はい。松明つけて明るくしまして、これ念のため装置の上側にもね、松明置いてあげてください。上からちょっとこうゾンビ降ってきたら嫌じゃないですか。置きまして、こっからもうほぼ完成なんですが、実際にエメラルドを無限にする工程までやりますんで、絶対最後まで見てください。ここまでできたら、はい、このね、レールの上にホッパー付きトロッコを置きます。トロッコの中に、ホッパーが入ってるトロッコですね。これを置いたら、プレイヤーのね、フィジカルでいきます。よいしょと。体当たりすると、はい、動き始めます。でん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 。さあ、来ました来ました。こうすることによって、一生ね、トロッコがぐる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 してくれます。ここで注意点なんですが、統合版のトロッコ消えやすいというね。やめてくれませんかその仕様っていう。これバグっぽいんですけど、プレイヤーの演算距離との関係で結構消えちゃうことがあると。で、基本的に私こういう装置とか作るとき、演算距離4で、お作りいただきたいなと思うんですよ。演算距離は設定のゲームから、ここですね、4チャンクとなっているはずです。ここでは変えられないんですが、ゲーム1回終了して編集画面から変えることができます。でも基本みんなね、4がね、おすすめなんですよ。その場合、この装置から、64マス以内でこの装置からね、放置すると、このように装置が稼働してくれます。消えちゃう問題嫌な方は放置が終わったらもうね、手動で回収するっていうのも1個おすすめ。この状態試してみてください。この状態で一度早送りしてみましょう。さあ、早送りしてみました。じゃん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 ね、サトウキビ生えて、この仕組みとしては、サトウキビが3マス目まで生えるとですね、オブザーバーの前に、サトウキビが生えるんですよね。そうすると、オブザーバーがそれを検知して、下のピストンに信号を与えて、ガチャコンと、ピストンが動いて、サトウキビが破壊されます。その破壊されたサトウキビを、下のホッパー付きトロッコが回収していくというシステムでございます。これがね、ぐるーっと一周、なっていまして、どこか一箇所でもサトウキビが入ると、全部のピストンが動くという仕様なんで、かなりね、破壊するスピードが速いのが特徴です。その上で、このチェストの中に溜まってるんですが、あれおかしくないと。さっき結構ガチャンガチャン壊してたのにまだ20個ですかと。はい。この状態でホッパー付きトロッコがもうすぐ通過します。通過した時に1個落としていくんですよ。つまり、このホッパーの上を通過した時だけチェストに1個入るという仕組みなので、とはいえトロッコも結構短いスパンでぐる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 一周してくれるんで、そんなに問題ないんですが、もし気になる方は一度壊していただいてね、ちょっとトロッコ回収しちゃいますが、よいしょ。ホッパーの両サイドを削って、しゃがみながらホッパーにつながるようにホッパーを設置。そして反対側からもこの真ん中のホッパーにつながるように
ホッパーを設置した上で、レールをね、上に被せてあげてください。仮で、ちょっと、じゃあサトウキビこうやって入れといてあげて、はい、流してみました。そうすると、さっきはね、1回ホッパーが通るたびに1つしか増えませんでしたが、今3つ増えました。こうすることによって、より素早くサトウキビ回収することができます。では、エメラルドが無限になるっつってこれ動画開いたんですけどっていう方、こっから実演します。まずはこの、サトウキビ取りまして、作業台で今のサトウキビを使って紙をドカーンとクラフトしていきます。この紙をもってして村人さんと交易するんですが、初見台を置いて村人さんを司書さんにします。この司書さん、はい、ご覧ください。紙24枚でエメラルド1個に交換してくれるんですよ。なのでここでエメラルドを無限にできると。でもちろんね、はい、何回もちょっと24枚で大きいんで何回かこうやって取引していただく必要あるんですけども、これ紙じゃない？なんで村人さんをね、例えば、ここにちょっと村人ハウス作ってサトウキビ無限にしてエメラルドが交易で無限になって経験値も取引するともらえますから、ぜひ作ってみてください。まずはチェストを置いて、チェスト横を5マス縦積みする。この今立てた棒の横に階段を設置。階段をね、設置するとチェストは開きます。もちろんフルブロック置いちゃうとチェストは開きません。なのでここ必ず階段にしてください。そしてこの階段の上にはレッドストーンランプにレバー。レッドストーンランプオンにすると光るんですが、これむちゃくちゃ便利で、オンになってたらすぐわかるんですよね。サバイバル中も切り忘れてるとかがわかるのでおすすめ。そしたらホッパーをこのチェストのサイドから合計8つ置きます。何が作られてんの？やっぱり気になるようですね。今こんな感じ。そしたらチェスト裏に回って、なんとチェストに1、2の3ホッパーつけてからこちらと同じ方向に伸ばしていきます。合計8つの線、このね、ここピタッと合わせるようにしてください。ここで注意なのが、うわ、やってた。はい、こちらはですね、必ずホッパーにつけてください。ホッパーの先がホッパーに繋がっているようにして、チェストに最後繋がっているようにすると。チェックポイントとしては、この一番遠いホッパーに何かブロック、じゃあ例えば滑らかな石を1個入れてみてください。で、じゃあこちらのホッパーにはレッドストランプ入れましょう。入れました、1個ずつ。そして連結したホッパーを通ってチェストに入ってたら OK。はい、OK です。これを確認してください。もしチェスト入ってない場合は、例えばこういう風に別の方向に向いちゃったりしてる可能性があります。そしたらこちらにドカンとかまどを設置。ちなみにね、今みたいな Q&A とかトラブルシューティングはね、説明欄に全て載せます。反対側のホッパーにもかまどをつけていく。それでももしわかんない場合ね、ぜひコメントでもください。ドカンと設置しまして、あ、ごめんなさい、ここ1個多いですね。ここはね、しっかり3つ連結してるようにして、皆さん怒らないでください。このかまどの上に今度はホッパーがね、下向く、つまりかまどに向くような形で連結させます。どんだけ鉄使うのよと。そしてはい、こっちにも同じようにやります。土台作った方がやりやすいね、多分。ちなみに私ハードコアで、これとは仕様がちょっと違うんですが、16連かまど、同じですね、クオリティとしては作ったんですよ。むちゃくちゃ便利。もちろん1個焼く時間って大体じゃあ10秒かかるとしたら、10秒をかける16でやるんで、10秒で16個溜まるんですよ。だからワンスタックすぐ集まる。これマジおすすめ。ここまでできたら、私が嫌われる覚悟で、はい、後ろからかまどにもつけていきます。大丈夫です。私もハードコアで、なんでこんな鉄使うんだよって大立ち回りしてましたただそれでもね、作った回ありました。そしたらこの後ろ側から4つ伸ばして、この4つを1段上げて囲むようにしていきます。上から見るとこんな感じ。そして今ね、この2個出っ張ってるところに合わせるような形で壁をね、作っていって反対側に行きます。ここに着いたらホッパー横に4つ、この上に出ているホッパーからこういう風に囲んで繋いでいきます。よいしょ、ぐるっとさせて、上から見るとこんな感じ。下のホッパーがね、こう地面になっていて、ホッパーの高さでぐるっと囲んでいると。そして下から見るとちょっとこうアイスクリームみたいなね、コーンみたいな感じになっていると。ここまでできたら、レッドストーンランプ側に行きまして、一度、ホッパー上にレールを敷いてきます。これほんと統合版、超大変です。レールの接続判定というのがものすごい強いんですよね。つまり、こう、まっすぐ繋げたいのに急に曲がっちゃったりするんです。なので、こういう風にですね。だって普通はこうズドーンって置きたいんですよ。ただね、曲がってしまうということで、1マス削って、ちょっと足場増設させます。で、ズドンと並んでる。どうだ？ OK! もうこれ大変でしょ？これ
結構繋がんないようにするためにはズドンと繋げるってこれキーワードです。じゃあちょっと一回こうしてぐるっとさせて、オッケーオッケーオッケーで一回繋いじゃいましょう。オッケー、ここでオッケー、まずここ繋いでないのがいいね。ここまずバグりましたけど、早速壊してズドンと繋ぐ、で壊してズドンでつける。はい、オッケー。もうこれでしょ。これ超大変でしょ。ロジックがかなり複雑化しているので、もうズドンと繋いで、もうマイクラの AI なのか知らないけど AI にもうここもう本当にたくさん繋ぐ気だからみたいな感じでこうもう伸ばしちゃって OK。 これ本当にねみんな苦労するところです。で端っこをねこれパワードレール置きたいところなんですが、皆さんご存知の通り、はいもうバグります。もうバグります。本当はこう置きたいの、こう置きたいんですよ。なので一回この辺をね壊して、動画の編集上最終設計図最終スクショ貼りますんで、それ通りに皆さん一緒に頑張りましょう。私の試行錯誤を参考にしてください。まず端っこにこう置きたい。こうなっちゃうんだよね。なのでまずさっき言ったちょっと適当に伸ばします。まずズドンと伸ばす戦法です。ズドンと伸ばす戦法でこう置いて、もうこっちはもう別の領土だよと。で一回ねこう繋いでさっきみたいにね、また別の領土。オッケー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 、これでネクストチャレンジ。このレッドストーンランプ上にも置きます。よしオッケー。でやっぱこっちがズドーンとねもう強制されているんでこっちですよっつって強制してくれてるんでこっちは安全ですね。繋いでおそらくですがここに置きたいんですよ本当は。この筋ブロックここに置きたいんですよ本当はね、レールを。ただパワードレール置くとおそらく大丈夫だ。大丈夫だ。ここ繋がっちゃう場合はまたこうやってズドンと伸ばしてもう寄り道すんなよって言いながら繋いであげてください。今大丈夫でしたね。そしてここは壊して壊した時にはねつきませんので、ちょっと静かにやってあげてください。でここを伸ばしたところ壊して統合板、ここが大変。ここも塞いで完成図としてはこちらです。これをマジで目指して頑張りましょう。キーワードはさっきも言ったけどズドンと伸ばしてもう強制する。で強制されてる間にちょこんと置くと。そうしたらこの裏側のパワードレール下のこの位置に統治。そうすると上ちゃんとどっちともね光ってくれてます。そんで正面はですねこのようにレバーを引くとどっちとも光ると。そしてこの壁を見てこの左から2マス目のレールの上にホッパー宙に浮いて OK。 宙に浮いたら上にチェスト置いて額縁を一番上2つと一番下上から順番に燃料、原石、そして焼かれたインゴット、ここに焼かれたものが全部溜まります。一回おふっておいて、そしてチェスト付きトロッコをホッパーの下とレバーのレッドストーンランプ上に置く。じゃあ試しにねこちら石炭横のチェストに燃料入れてどんどん入ってきますね。これがホッパーにつながってチェスト付きトロッコに燃料が入っていってます。冒険お疲れ様でしたということでここに原石をたくさん入れて、ここはね何も動きません。で下の完成物何も入っていない状態なんですが、それではいきますよ。レバーをオンするとチャキーン。トロッコが2台一斉に走っていってトゥン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 。さあちょっとギリギリですがナイスナイス。ちょっとバウンドするの時間かかりますが真ん中くんね、ただしっかりと動力、動いてですね、ラリーしてくれます。そして今見てもらったら分かる通りどんどん石炭が注入されていって原石も溜まっていくと。今喋っただけですよ。今ちょっと喋っただけでもう30個1個焼けるスピード、皆さんいつもこの時間待ちますよね。かける16です。なんでこのいつもの時間を待つだけで16個一気に焼き上がりここに入っていくと。ちょっとマジで30秒ぐらい喋っただけでほぼワンスタック。その上でずっとねこれオンにしてると音もうるさいのでオフにすればしっかり止まってくれて両方止まってくれてますね。ただ今焼かれてるやつはどんどん注入されていきます。やばくねこれ。動画の説明欄には Q&A や装置が動かなくなった時のトラブルシューティング、こちらも記載させていただいております。登録者数100万人突破への道まだまだ遠いですが、視聴者さんに役立つ動画を作ってですね皆様に役に立った、そう言っていただけるようなチャンネルを作った先にですね達成できるんじゃないかなと思ってます。ここからね日々頑張って動画作ってまいりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。